はい、いつもねで今日またポーレンジョーの商品を試してみたいと思うんですけど、今日はプライマーでパーフェクトメイクアッププライマー1の1番って色です。でこれも試供品なんですけど、試す前にちょっとまたウェブサイトでどんな感じのか見てみましょう。たった一つでたった一つの美しさへ、メイクアッププライマーという新提案。プライマーの域を超えファンデーションを重ねたような美しいカバー力。1本でハリツや保湿 UV 対策まで、忙しい朝やオフモードな一日も誰にも真似できない優雅さをまとってかなまとって多分モネの、この前も言ったように肌的にはきっとこれだけではカバーねって感じだろうけど、だけどファンデーションをあんまり厚塗りしなくて良くなるかもしれないってことなので、ちょっと楽しみですね。今はもう何もスキンケアした後なので何もプライマーも何もしてないです。2色あって01と02がちょっと濃い方なんですけど、どうだろうな、01と02の間ぐらいの色なんですよ多分。だからちょっと不安ですけど、でも確かに普通のプライマーよりはカバーBB ぐらいの感じはします。手で塗るのかな、なんか何も書いてない。ただプライマーはだいたい問題的には手で塗るので手で塗っていいのかな。でも確かに思ってたより、でもほらこの間の前のファンデーションよりもカバー力あるんじゃないですかこれはティンテッドモイスチャライザーぐらいのあれかな。やっぱでもこれも匂いがあれですね。モネは好きだから大丈夫です。やっぱモネの肌的にはこれ一本でいけはしないです。確かに。でもそんな厚化粧したくないなけど化粧はしたいなって時にはいいかもしれないです。あと SPF30 入ってるので夏とかは逆にいいかもしれないですよ。なんかファンデーションってやっても溶けちゃったりしてなんか嫌じゃないですか。だからただでも保湿もあるってことだから冬もいいかもしれない。だからよかったらすごいいろんな時期に使えるやつですね。やっぱ色はちょっとだけ明るかったです。多分2かな。色はちょっとだけ明るかった。でも肌白くしたい方はこれでもいいかもしれないですけど、モネはあんまりここの色が違うのが好きじゃないので、2の方がいいかもしれない。ちょっとじゃあワンレイヤーでズームインします。Oh my god、 膝につけちゃったはい、ワンレイヤーだとこんな感じです。プライマーとしては確かにプライマーでもないですね。プライマーだけど BB ぐらいな感じ。じゃあもうちょっと気になるとこだけもう一回やってみよう。でもプライマーなので全然1レイヤーだけでいいと思うんですけど、この前言った掴んじゃってる感じ、ニキビをここもより目立っちゃう感じにしちゃってるのでワンレイヤーがいいかもしれないです。じゃあちょっと上にファンデーション塗ってのりとかを見ます。でいつもモネはファンデーションを2レイヤー 1.5 ぐらいしてるんですけど、で意外と確かにカバー力があったので1レイヤーでいいかもしれないです。使うファンデーションはケイトのパウダーレスリクイッドフォーカバーの OC の C とレブロンのプレミアムトリートメントメイクアップの、30ソフトベージュです。これ特になぜ混ぜてるってことはなくて、こっちだと明るすぎてこれだと濃すぎるので混ぜてるだけです。伸ばします。この前も言ったようにこのブラシはすごい今気に入ってるので、ムラになってしまったらこのプライマーのせいだと思いますちょっと待ったexcuse me this is what 合ってないのかな、ポーレント錠が使いたいんだけどな。こんなにムラにはならない。いつもネガティブにしたくないの、気に入りたいのそうで、なんでこんなに試供品、こんなにって2つだけですけど試供品をね急にあるかっていうと、このアドベンツカレンダーを買ったんですよ。まだ今アドベンツカレンダーなので1日からクリスマスコフレので試供品その時にもらったんですけど、やばいじゃん気に入らなかったらどうしようちょっと余った分もう一回いつもやって気になるところにもう一回隠す。ちょっと浮いちゃって
感はないとは言えないです。そんな悪くはないですよ。ただ良くはないじゃあこんなネガティブ嫌なんだけどな。見て、ここほら、ここ普通隠れるんですよ。だって2回塗ってるんです。ここカバー力の悪いファンデーションたちじゃないので、いつもこれでやってて、他のいつものビデオとかこれなんですけど、カメラとそんな悪くないか。なんか実際だとちょっと浮いちゃってる感じはします。なんかファンデーションが上になってる感じ。ただ伸びづらいとかは別にないですけど、ちょっと多分ムラになんだろう。ちょっと電気変えます。見えるかな、これで。見えるかな、見えるわかりますかね。でこれ1レイヤーだ、ここら辺だけ2レイヤーだけど、申し訳ないけどこれはプライマーの精度としか言えないですね。いつもはもうちょっと綺麗に、特にこのブラシに変えてからは、いつもはフラットブラシみたいにやってからスポンジで上にトントントンってやらないとこんな感じだったんですけど、このブラシに変えてからは気休めでスポンジぐらいだったんですよ。別にこんなにはならなかったですね。ちょっと戻します、電気。そう、全部ほら、これと隠れてないの。いつも隠れます、これは。いや、もちろんコンシーラーでもやるんですけどいや、こんなネガティブじゃないもんね。いつもこんなじゃないのにね。じゃちょっと他の化粧を終わらしてきます。ちょっと今コンシーラーやってたんですけど、さっきちょっと待って、もう一回電気。さっきそう、ここ赤だって言ってたじゃないですか。なので、コンシーラーだったら隠れるかなと思ったんですけど、見えますよね。赤。そんなパーフェクトカバレッジを求め動かしちゃうのかな。ただ言えるのはツヤってことなので、ちょっとグローは出てると思います。ただちょっとペトペトしてるので、いやパウダーではやりますけど、ペトペトしてるので、パウダーでやってそれが収まったらツヤ感はすごく出てると思います。もう一回終わらしてきます。はい、全部化粧終わらしてきました。もう一回ズームイン。こんな感じです。ツヤ感はあります。ツヤツヤなのはツヤツヤです。で、ファンデーションを重ねたような美しい、さっきプライマーだけの見た感じだとではなかった感じはするんですけど、もしかしてプライマーによっては合わないファンデーションとかもあるので、もしかしたらこの2つのファンデーションがこれに合わなかっただけかもしれないです。また6時間後にチェックインしたいと思います。で、問題はこのファンデーションだとどれぐらいどれぐらい6時間だとどれぐらい持つかは分かるので、それと比べたいと思います。では今が2時だから6時間後だと8時、夜の8時にチェックインしたいと思います。ではバイ。もう何にも言えない、ごめんなさい。ダンスに行く前にチェックインしようと思ったんですけど忘れちゃったので、でもどんな感じだったっていうのを覚えてるので、それをちょっと信用していただければって思います。で、ダンス行く前はここら辺とか、やっぱ全体的に少し浮いてきた印象でした。多分ツヤ感重視してるのと保湿もあるので、ちょっとグローイな感じが行き過ぎちゃって、ちょっとテカリみたいになっちゃうぐらい浮いてた感じなんですけど、今は多分もちろんダンス行ってきたのでファンデーションは取れてるんですけど、見えるかな、普通の肌よりも赤みが見えないんですね。で、多分これプライマーが残ってるんですよ。なのでプライマー自体の持ちはいいと思います。なので本当にプライマー、これはモネのファンデーションと合わなかっただけかもしれないですけど、プライマーだけで書いてあったよりこれ1本でいけるってことなんで、プライマーだけどプライマーこれだけで使うのがもしかしたらいいのかもしれません。はい、失敗しちゃったんですけど、レビューはこんな感じです。And I hope you guys enjoy this video and I'll see you guys in my next video. Bye bye.